そして私はそもそも空気を読むタイプの人間ではないですから、小学生の時はクラスの中でちょっと浮いた存在でした。変わった人間、つまり KY ってことですよね。それは私の父が韓国人でちょっと KY な要素も持っているから、それが影響したこともあると思いますけど、こんにちは、ジャパニーズポッドキャスト with ヨンのヨンです。皆さんお元気ですか？このチャンネルでは N2、N3 レベルの日本語で心がふっと軽くなる話をお届けしています。さて、最近の私のマイブームについて最初にちょっとシェアしようと思います。最近皆さんマイブームがありますか？ハマっているものがありますか？私はアロマのお風呂にハマっています。アロマです。精油って言われるんだけど、こういうボトルに入ったものと、あと塩を混ぜて、これもただの塩ではなくて、ヒマラヤ岩塩っていうヒマラヤ岩塩を使って、特別な塩を使って、あとアロマをミックスして作ってお風呂に入ることにハマっています。アロマの匂いを嗅ぐことでとてもリラックスすることができますし、リラックスすることでいい考えやいいアイディアを思いつきやすくなります。皆さんはちょっと忙しいかもしれないですけど、例えば学校や仕事で忙しくしている時こそリラックスする時間をぜひ作ってみてくださいね。皆さんはどんなことがリラックスさせることができますか？自分のことをリラックスさせる方法はありますか？もしよかったら私にシェアしてくださいね。はい。では、本題に戻るんだけど、私のフィリピン人の彼の友達が私の彼に言いました。まずそもそもフィリピンっていろんな国に働きに行く人が多い国です。10人に1人ぐらいは海外に行って海外で外貨お金を稼ぎます。そういう国なのでたくさんの人がフィリピンでは海外でね働いています。その彼の友達が言った言葉がどんなことかっていうと、日本でもちろんその日本に来るフィリピン人も結構多いんですよね。だから日本で働くのはお金もちゃんともらえるし、いいお給料もらえるし、インフラは整っている。インフラは整っているというのは、例えば地下鉄とかバスとか道路とかが綺麗っていうことなんだけど、インフラとかいろいろ整っているけど、人間関係に馴染むのが大変だと言っていました。私はこのことを聞いて思いつきました。私の父は韓国人で、私の友達は外国人の友達がいますので、何が人間関係、日本の社会での人間関係において大変なのかっていうことにちょっと考えました。その時に考えたのが、空気を読むっていうことはどういうことかっていうこと。だからこの空気を読むっていうこの文化が日本の社会にどういうふうに影響を与えるのかっていうことを今日テーマでね喋っていきたいと思います。私はちなみにもともと小さいうちは空気を読めるタイプではなかったです。空気を読めるタイプではないというのは、日本では空気を読めないの頭文字を取って KY と言ったりします。私はもともと KY ですので、そのことも踏まえて、ちょっと私の体験談も踏まえて、これからお話できたらいいなと思います。空気を読むことに慣れすぎて、自分を見失うという経験もしたことがあるので、そのこともね、みんなとシェアできたらいいなと思います。では、そもそも空気を読むって何ですか？空気を読むとは、この空気を読むっていう言葉だけど、その直接的な意味ではなくて、言葉で言わなくても
相手の気持ちやその場のシチュエーションを察するという意味です。察するというのは、今こういうシチュエーションだから私はこういうことをした方がいいよねって考えることを空気を読むと言います。日本人の文化の中では、はっきりと言葉で伝えることよりも、相手に気持ちや感情を考えてもらう、推測してもらうコミュニケーションをとても大切にします。これは日本の文化の中で、内と外という距離感、つまり人間関係の距離感をとても大切にするという文化のベースがあるからです。でもこの空気を読むっていうことのポジティブな面をちょっと考えてみようと思います。空気を読むっていうと、なんだか自分のことをないがしろ、自分のことをあんまり大切にしてないように感じる人もいるかもしれないけど、実は空気を読むっていうのは、相手の気持ちを不快にさせない、相手に嫌な気持ちを感じさせないという思いやりでもあると思います。例えば日本ではこんな思いやり、空気を読むおもてなし文化があります。レストランに行った時に、自分のコップがもう空になりそう、20% ぐらいだけ水が残ってる時に店員さんが来てついでくれるっていうサービスもあります。これはレストランによって違うけど、価格が安いレストランだとあんまりないけど、ちょっと高級なレストランだとそういうサービスがあります。私は大学2年生の時にレストランでアルバイトでお客さんに料理を持っていくサーブの仕事をしたことがあるんだけど、ホールの仕事ね。その時にマネージャーリーダーに言われたことがあります。おい、4、よく見て、お客さんのテーブルにコップに水が少ないなら自分で進んで水を入れてくださいと言われたことがあります。私はその時ぼーっとしてました。何か仕事ないかなって考えてたんだけど、そういう人の状況を見てすぐ動けるというのも日本の社会には結構根付いています。皆さんは日本に観光に来た時にどんなことに驚きましたか？どんなおもてなしに驚きましたか？私が思う日本のおもてなしの一番は笑顔のサービスだと思います。これは日本にいる時は気づくことができなかったんだけど、私が韓国やオーストラリア、あとはフィリピンに行ってみて、フィリピンはちょっと笑顔の人が多いなと思ったけど、韓国とオーストラリアに行った時に、コンビニとかスーパーに行った時、結構真顔の人が多かったんだよね。お掃除よっていう感じで、その自分の仕事だけをするみたいなスタイルを見た時に、なんかちょっとショックを受けました。あれ？と思って。そして日本に帰ってきた時に、スーパーの店員さんがいらっしゃいませっていうのを聞いて、どっちがいいとか悪いとかはないと思うけど、これって日本のいいところだよね、おもてなしだよなと思いました。私がまた昔の話に戻るんだけど、私がアルバイトしている時、店長リーダーにまたこんなこと言われたことあります。4、もう少し笑顔を作れと言われたことがあります。いや、私はね、その時無理やり笑顔って作るものじゃないじゃないって心の中では思ったけど、ヒンってやって無理やり笑顔を作ってましたけどね。でも今思うことは、笑顔というのは相手への最大級のサービスだと思います。皆さんはこの笑顔のサービスどう思いますか？こうした相手が何を求めているかということを考えるっていう力は、いいグッドリレーションシップを作るために必要なものだと思います。これは日本に限らず海外でも同じことじゃないかなと思います。じゃあなぜ日本では空気を読むということがとても大切なのか。
背景には相手には迷惑をかけてはいけないという強い意識があると思います。例えば日本人は親からこんな風に教育されることが多いです。他の人に迷惑をかけてはいけないよ。だから例えばね、公園で遊んでいるとする子供がね、そしてお菓子を食べるとする。そのお菓子の袋を公園に捨てるとしたら、お母さんたちお父さんたちは何と言うかというと、ほら、他の人に迷惑がかかるからゴミはちゃんと持ち帰りなさい。こんな感じで他の人に迷惑がかかることはやめようみたいな感じで教育されてきています。だから日本の街が綺麗っていうのはあると思います。あとは外で暴れている子供がいたら、お母さんたちは何て注意するかというと、他の人に迷惑がかかるから静かにしなさい。こんな感じで注意されます。皆さんの国ではこの他の人に迷惑をかけるということがいいことですか？それとも悪いことですか？あとはこの空気を読むという文化が日本語の中にも現れていると思います。例えば、今日いい天気ですねという言葉の中の文の中のね、いい天気ですねのねの部分に相手と同じ共感を共有するという音が含まれています。何々ですねのねを使うことで相手にとても共感しているということを伝えることができます。皆さんもよかったら何々ですねって使ってみてくださいね。例えば今日はいい天気ですねとか、このお菓子とても美味しいですねとか、ぜひ使ってみてください。使うことで少し日本のこの空気を読む文化に触れることができると思います。あとは声のトーンにも現れていると思うし、間にもその本音がね、日本人の本音が現れていると思います。例えば、ビジネスのシーンでこちらの案件は検討しときますねと言われたときは、その場で No、 いいえ、この案件はやりませんという直接的な否定ではなくて、その場の空気を壊さないために検討してきますねと言います。本当は自分の心の中ではいいえという答えが決まっていたとしても、この検討しますといった言葉でその空気を壊さないようにしています。あとはよく使う言葉があります。また今度ね、また今度会おうね。これも本当に次があるかないかは置いといて、その場の空気でその場の空気を壊さないようにする言葉です。そうすることでお互いに空気を壊さないでその時間を過ごすことができます。あとはもう一つの特徴としてはこんなことがあります。日本で例えばね、お母さんが電話を出るときに他の人からプルルルルってかかってきて、お母さんが取ると、はい、もしもし、田中でございますみたいな感じでちょっと声のトーンが高くなったりもします。これも内側と外側で使い分けています。外側の人というのは家族とかじゃない、例えばビジネスの人、仕事の人、会社の人とかに対して使う音です。逆に内側の人間、家族とかに対しては電話を取るとき、もしもしみたいな感じで結構リラックスしたトーンで話します。もし皆さんが日本のレストランに電話をかけるときにその音に注意して聞いてみてください。ちょっと高いなって感じることもあるかもしれないです。つまり日本では内と外のこの空気っていうのを分けて使っています。外の空気というのは知らない人やビジネスの相手と話す時の少し高めで丁寧な言葉遣いをします。内の空気というのは内側、家族や親しい友達と話す時のリラックスした声を使います。このことからいかに日本人が空気を読んでいるかを
表していると私は思います。そして私はそもそも空気を読むタイプの人間ではないですから、小学生の時はクラスの中でちょっと浮いた存在でした。変わった人間、つまり KY ってことですよね。それは私の父が韓国人でちょっと KY な要素も持っているから、それが影響したこともあると思いますけど、特に具体的に話すと、クラスで例えばね、小学3年生とかの時に、普通小学生の女の子は女の子同士で集まって部屋の中で遊んだりとか、外で遊ぶこともあるんだけど、私はよく外で男の子と混じってサッカーをしていました。サッカーとかドッジボールをしていました。その中に男の子の中に混じってサッカーをしていたけど、その中に女の子は私しかいませんでした。女の子はとか男の子はこういう遊びをするっていう決まりはないけど、普通は女子は部屋の中で遊んだりしてました。だからちょっと私は変わってるタイプで、空気を読むタイプではありませんでした。でもだんだん大人になるにつれて、小学校から中学校、高校になるにつれて、やっぱり人間関係の中で馴染まないといけないなっていう気持ちがだんだん湧いてきました。なので本当はというか今でもそうなんですけど、空気を読むタイプではないので、小学生の頃から高校3年生まで友達との間で喧嘩が絶えませんでした。なぜなら私がいつも自分の主張をする、ちょっと KY で変わったタイプだからです。それはいいか悪いかは置いといて、つまり馴染もうとしてね、その人間関係仲良くなりたいじゃないですか、友達たちと。だから馴染もうとして自分の意見をあんまり主張しなかったりするようになったんですよね、大人になるにつれて。で高校3年生で大学生になって、私がちょっと気づいたことがあるんですよ。今ではその空気を読むという文化にだいぶ馴染んできたけど、なんだか本当の自分を出せてないという感覚がだんだんしてきました。つまり自分のことを隠しているみたいな感じがちょっと強くなってきたんですよね。そして例えばね、友達とご飯に行く時に何食べたいって言われたら、自分の意見を言わずに合わせるよって言ったりとか、相手に合わせたりとか、本当は寿司が食べたいのに寿司が食べたいって言わずに相手のアンサーを待つとか、あとは自分は本当はたくさんお金を持っていないから友達と遊ぶにはだいたいランチ、日本ではランチとディナーの価格が違います。皆さんの国ではどうですか？ランチはだいたいちょっと安い、1000円2000円ぐらい、これがランチの金額です、1人当たりのね。でディナーはもう3000円以上します。だから私はいつも本音としては、ランチで友達と遊びに行きたい。だってそんなに予算がないからね、自分の中に。だけどもしも友達がどこどこのね、ビュッフェに行こうよとか言って、夜行こうってなった場合はいつも合わせたりとか、お金がないのに本音を言わずにいいよみたいな感じで建前で生きたりしてました。だんだんそんなことをしているうちに、自分が何を本当にしたいのか、何を言いたいのかということがだんだん分からなくなってきたし、自分がやりたいこととかもだんだん分からなくなってきました。だんだん自分の本当の気持ち、本音という部分に蓋をして建前ばかりを生きてきたってことですね。そういうことを経験して、私は今はどんなことを大切にしているかというと、自分の本音を自分の中で大切にするようにしています。例えば今日は寿司が食べたいなら寿司を食べる、今日は焼肉を食べたいなら焼肉を食べるみたいな感じです。本音を言い過ぎるのも日本社会ではあんまり良くないし、建前を使いすぎるのもあんまり良くないですよね。
自分の心にとって。やっぱり自分がいかにリラックスして自分を表現できるかということが大切だと思うけど、やっぱり日本の社会では建前というものも必要になります。なので私は建前をもちろん使います。また今度ねとかね、よく使いますけど、心の中では本音を言います。例えば本当にまた会いたいならまた会いたいなとか、あとは本当にもう会いたくないなと思ったら心の中だけで会いたくないですというとかね。つまり表現するものと自分の心の中を分けています。こうすることで自分の本当の気持ちっていうのを保つことができます。日本ではこの歌がちょっと人気ですよね。みんな知ってるかどうかわかんないですけど、ああ答えがあるといいばかりを教わってきたよという歌、聞いたことありますか？答えがあるものとかね、空気を読むということに対して確かにね、もちろん建前っていうもので必要な時もあるけど、やっぱり私が一番大切にしてほしいなと思うのは、自分の本音が何かっていうことをいつも自分の心に蓋をして建前で演じるのではなくて、自分の本音を大切にしてほしいと思います。もし今日本で働いている人とか、これから日本で働きたい人、日本の人間関係に馴染むことにおいて不安がある人、これも空気を読むということも慣れてきますので、ぜひ自分の本当の気持ちとか本当の心を大切にするのを忘れないでほしいなと私は思います。はい、以上で私の今回の空気を読むってどういうことっていうことについてシェアを終わっていきたいと思います。最後まで今回のポッドキャストも聞いてくれて本当にありがとう。また今週1週間も皆さんにとってとてもハッピーで喜びがたくさんある1週間になることを祈って、こちらから祈ってます。そして最近私はポッドキャストと Spotify の配信も始めました。通勤しながらとかお料理しながら、ぜひ何々しながらポッドキャスト聞いてみてくださいね。ポッドキャストのポッドキャストのリンクは概要欄に貼ってます。ぜひ今のうちにフォローしててね。では最後まで聞いてくれてありがとう。また次のエピソードでお会いしましょうね。バイバーイ。